皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。さて、皆さん、わびさびって言葉を聞いたことはありますか？最近、YouTube でショート動画を見ていたら、海外の方がね、わびさびについての動画を投稿していました。どんな動画かというと、アメリカのアニメ、キング・オブ・ザ・ヒルのボビーというキャラクターが、バラを見て、僕のは少し中心からずれているのが気に入ってる。わびさびがあるからと言っている音声に合わせて、自分の体のパーツの完璧じゃない部分を完璧じゃないからこそ気に入っているっていう風に紹介している動画です。例えば、歯並びとか、鼻の形とか、目の大きさとか、私もわびさびって素敵な言葉だなぁと思っていたので、今日はこのわびさびについてお話ししたいと思います。はい。まず、わびさびってどういう意味って話ですよね。わびさびっていうのは、簡単に言うと、完璧じゃないものの中にある美しさです。そして、わびさびは、わびとさびの二つの言葉がつながってできたものです。それぞれの意味について考えてみましょう。まず、わびには、昔は辛いこと、思い通りにならない寂しさといった意味がありました。そこから今では静かで落ち着いたものにこそ美しさがあるという意味になっています。そしてサビは古いもの、時間が経ったことによって欠けたものにこそ美しさがあるという意味です。この二つが合わさってわびさびなんですね。苔の生えた石、昔からある古いお寺、ひびの入ったお茶碗、そういったものにわびさびを感じるといった感じで使います。個人的に体のパーツに対してわびさびっていう言葉を使うイメージはなかったので、ちょっと違和感があったんですけど、そういう使い方もありなのかなと思いました。わびさびがあると考えると、今まで自分で気に入らなかった体の部分も個性として受け入れることができるようになるかもしれないですよね。わびさびはあまり日常で使う言葉ではないです。だから、日本人でもなんとなく意味はわかっているけど、説明してって言われたら、できない人も多いんじゃないかなと思います。実際、すごく感覚的なもので、人によって捉え方が変わるものでもあるので、ちょっと使うのは難しいですね。はい。ここでちょっと私がわびさびがあると感じるものについてお話ししたいと思います。まず、神社やお寺です。日本に来たことがある方は、多分行ったことがあるんじゃないかなと思います。神社やお寺は、すごく昔に建てられたものが多いですよね。奈良とか京都にあるものだと、
本当に古いものがたくさんあります。そういう建物にはわびさびを感じますね。苔の生えた石とか、雨や風にさらされた木の柱とか、建物も色が変わっていたりとか、傷ついていたり、ひびが入っていたりします。そういう傷とかから歴史が感じられて、わびさびがあるなぁと思います。あとはそうですね、金継ぎって皆さん聞いたことありますか？金継ぎは食器の割れたりひびが入ってしまった部分に木から取った樹液と金粉を塗って直すことです。日本の伝統工芸ですね。欠けた部分が金色になってすごく素敵なんです。元の状態に戻すのではなくて、傷を生かして新しい価値を与える、欠点を長所にする方法です。金継ぎは傷も器の歴史と受け入れて、新たな物語の始まりという感じで行われるんですね。これはまさにわびさびの心を表していると思います。はい。今回は日本独自の美意識、わびさびについてお話ししました。ちょっと意味を理解するのが難しいですが、日本の文化を象徴した素敵な言葉ですよね。皆さんは日本語で好きな言葉はありますか？よければコメント欄で教えてください。意味が好きな言葉でも、音、響きが好きな言葉でもいいですよ。私は個人的に、いぶりがっこって言葉の響きが好きです。これは多分あんまり使わないので、全然覚えなくてもいいんですけど、秋田県の大根の漬物のことです。いぶりがっこ。可愛くないですか？言いたくなりますよね。うん。皆さんの好きな言葉もよかったら教えてください。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。